おはようございます。ケンです。この動画が出たすぐ後、日本時間の朝5時過ぎにテスラの第2四半期の決算が発表されます。6時半からは質疑応答も始まります。今日は数字が出る前にどこを見ればいいのか、これを皆さんと一緒に整理しておきたいと思います。というのも、今回は納車台数がすでに発表されています。ですから、今朝わかるのは台数ではなく、その中身の方です。オーナーとして僕が気にしている点も踏まえて順番に見ていきたいと思います。まず前提の確認からです。今回の決算では納車台数はすでに分かっています。第2四半期の生産は45万1758台、納車は48万と126台、7月2日に発表済みの数字です。前年の同じ時期から 25% の増加で市場予想をおよそ7万4000台も上回りました。しかも作った台数よりおよそ2万8000台多く売っていますので、在庫を取り崩したことにもなります。前の四半期は逆に売れ残りを5万台ほど積み上げていたので、綺麗な反応となっているんです。蓄電池の設置量も 13.5GWh とすでに公表されています。つまり台数の話はもう終わっているんです。今朝の主役はその台数がどれだけ利益につながったのかっていう中身の方が大切になります。では市場は何を予想しているのか。テスラは決算の前に証券会社のアナリストの予想を自分で集計して公開しています。今回は23社分です。それによると第2四半期の売上高の予想平均は275億8000万ドル、前年の同じ時期が225億ドルでしたので、およそ 23% の増収予想ということになります。1株当たりの利益は会計基準通りのギャップで0.36ドル、一部の費用を除いたノンギャップで 0.55 ドルです。通年で見ると2026年の売上は1052億ドル、納車台数は172万9000台という予想になっています。ただ僕はこの予想を当てに行く必要はないと思っていまして、大事なのは外れた時にどこがずれたのか、これを見ることが大切だと思います。そして今期一番の焦点です。それは利益率です。先ほどの予想をもう少し細かく見ると面白いことがわかります。売上は225億ドルから275億ドルへおよそ 23% 増える予想なんです。ところが純利益の方は前年が12億ドル、今回の予想が12億8000万ドル、ほとんど横ばいなんです。売上が2割以上増えるのに利益はほぼ変わらない予想ということになります。粗利益率の予想は 19.5%、営業利益率は 5.4% です。中でも注目されているのが規制クレジットによる収入を除いた自動車そのものの粗利益率です。台数ほど利益が伸びていないのだとしたら値下げをしたのか、それとも原価が上がっているのか、どちらかの話になります。ここが今朝一番見たいところだと思います。そして3つ目としてはお金の使い方です。フリーキャッシュフロー、つまり手元に残る現金は今回マイナス32億5000万ドルの予想となっています。前年の同じ時期は56億ドルのプラスでしたので大きな反転です。理由は設備投資です。四半期だけで67億ドル、2026年通年では250億ドル規模の投資が計画されています。前の年が85億ドルでしたので3倍近い水準です。使い道は AI のデータセンター、人型ロボットオプティマス、そしてサイバーキャブの量産立ち上げ、つまり今のテスラは車を売って稼いだお金を次の会社を作るために注ぎ込んでいるような状態なんです。それでも手元資金は410億ドルほど維持する見込みです。僕は赤字だから悪いとは思っていません。ただ何にいくら使っているのか、これは今朝はっきり聞きたいところだと思います。そして4つ目はエネルギー部門です。第2四半期の蓄電池の設置量は 13.5GWh、前年の 9.6GWh から40% 以上の増加で、前の四半期の 8.8GWh からも大きく伸びています。
ただ、市場が期待していた 13.8 ギガワットアワーはわずかに下回りました。売上で見るとエネルギー部門は37億7000万ドルほどの予想です。通年では 55.3 ギガワットアワーが見込まれています。我が家も自宅にパワーボールを設置していて、太陽光で貯めた電気で暮らしていますので、この部門は他人事ではないんです。車のニュースと比べると地味ではありますが、テスラの中で一番安定して伸び続けているのは実はここだと思っています。ではここからはオーナーとして僕が気にしている点です。5つ目なんですけれども、それはハードウェア3の話です。今年4月の決算の質疑でテスラは初めて公式に認めました。ハードウェア3は無監督の FSD、つまりドライバーが乗っていなくても走れる自動運転には対応できない。つまりイーロン・マスクさんはハードウェア4に比べてメモリの帯域が8分の1しかなく、そこが行き詰まりになっていると説明しています。そしてかつて約束されていた無償のハードウェア交換は下取りの割引という形に置き換えるというふうに言われていました。 FSD を購入したオーナー向けには専用の小規模な改造拠点を作って乗せ替える計画も示されていますけれども、こちらはまだ実際には動いていません。昨日お伝えした通り V14 ライトっていうソフトの更新はちゃんと届きました。ですがその先のハードをどうするのか、これはまだ答えが出ていないんです。うちのモデル3がまさにこの世代ですので、今朝の質疑応答で進捗が語られるかどうか、そこはね聞いてみたいなと思います。そして6つ目はその無監督の FSD がいつ来るのかっていう話です。4月の時点でテスラが示したのは早くて2026年の第4四半期っていう目標でした。しかもイーロンさんは全国一斉ではなく地域を限った段階的な展開になると説明しています。技術が仕上がっているかどうかだけではなく、その土地の法律が認めているかどうかにも左右されるということです。ですから僕たちが住んでいる場所によっては来る時期っていうのはかなり変わってくるということになります。今朝の質疑でこの目標時期がそのまま維持されているのか、それとも動くのか、ここが最大の焦点だと思います。期限が延びること自体は正直僕はそこまでは気にしていません。ただどういう順番で開いていくのかっていうのは気になるところだと思います。そして日本がどのあたりで入ってくるのか、これが皆さんが一番気にしているところだと思います。そして7つ目はサイバーキャプとオプティマスです。ロボタクシーの方は月曜にオーランドとタンパが加わって全米7都市になりました。ただオースティンの車両は17台ほどにとどまっているという報道もあります。ですから都市の数が増えたことよりも1都市あたり何台走っているのか、そちらの方が実態に近いと思うんです。そしてロボタクシー専用車であるサイバーキャブがいつ本格的に導入されていくのか、ここに具体的な日付が出るかどうかっていうのも注目されています。同じように人型ロボットのオプティマスについて生産ラインがどこまで進んでいるのか、これも問われると思います。先ほどお話しした250億ドルという巨額な設備投資はまさにこの2つに向けられているわけですから、投資家としては当然進捗を確認したいところじゃないかなと思います。はい、ということで最後に株式市場の見方も確認しておきましょう。決算前日のテスラ株の終値は378ドル台です。前日比で 2.53% 上げて決算を迎える形になっています。ただ200日移動平均線は416ドルあたりにありますので、まだ下回っています。400ドルも回復はしていません。そして面白いのがオプション市場の織り込みです。決算後にどれくらい動くと市場が見ているのかを見ると、およそ 7% という数字も出ています。テスラの決算後の値動きは過去の平均が 9% ほどありますので、今回はやや小さめの想定ということになります。僕自身はテスラ株を長期で持っている立場ですので、一晩の値動きで売り買いをすることはありませんけれども、ただ市場が何をどれくらい織り込んでいるのかっていうのは知っておいて損はないかなと思います。そして大きく下げることがあれば僕は買い場じゃないかなと思っていますけれども、皆さんの関心、これをね教えてほしいなと思います。今回の決算で一番気になっているのはどれでしょうか？利益率でしょうか？それとも巨額の投資額でしょうか？あるいはハードウェア3のこれからでしょうか？
ぜひコメント欄で教えていただければと思います。はい、ということで昨日の動画ではハードウェア3への FST バージョン14ライトの展開を詳しくお伝えしています。今日の話と合わせて見ていただくとより分かりやすいんじゃないかなと思っていますので、まだの方はぜひご覧ください。そして明日は今朝出た決算の中身を詳しく解説していきます。そして土曜日にはスターシップの結果もお届けしていきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録をして続けて見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日の内容は以上となっておりますけれども、最後に追伸です。テスラオーナーの方、そしてこれからテスラを買おうかなと思われている方、自動車保険をどうしたらいいのか、ここってやはり一番悩んでいるんじゃないかなと思います。テスラは輸入車ですので、いざ修理となると保険料も高くなったりしてしまいます。保険をどうするのかっていうのは、テスラオーナーにとって結構大きな悩みなんですよね。でも、そんな方におすすめなのが、アークエイドっていうテスラ専用の保険サービスです。僕が驚いたのはドアミラーの破損だったりいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランもあります。しかも保証の内容がテスラの特性に合わせて設計されているんです。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない、そんな方は一度アークエイドにお問い合わせする価値はかなりあると思います。僕も自分のテスラの保険はアークエイドさんにお願いしています。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。